今回の旅はいつもとは少し違います。きっかけはたった一つのオンライン授業でした。探究学者の授業で私たちが出会ったのは年功という言葉。パフェを使った実験では思い通りにいかない難しさを体験しました。地層ができる仕組み、温暖化と寒冷期のサイクル、7万年の歴史、そしてもっと知りたいという気持ちが生まれたのです。私たちが向かったのは福井県。道中たくさんの梅畑を見つけ立ち寄ってみました。福井県は梅の生産量が日本で第4位。大きくていい？全国の 60% を占めているのは和歌山県だそうです。私たちの目的地は世界一の長さを誇る年縞が展示されている福井県年縞博物館です。皆さんは年縞という言葉をご存知でしょうか？年縞とは湖の底に積み重なった縞模様の地層です。福井県にある水月湖ではなんと7万年分もの年縞が途切れることなく残されてきました。世界でも他に例がないほど美しい縞模様の年縞ができることから奇跡の湖と呼ばれているそうです。この美しい建物を設計したのは建築家内藤博さん。自然と調和し時間の流れを感じさせる設計です。地層を感じる建築そのものが学びの一部になっていました。年縞博物館は世界標準の物差しと呼ばれる年縞の魅力を伝える場所。すごい。やった。こちら6年生です。6年だって。これいいね。これやる？こっちにしよう。このシアターでは奇跡の湖と呼ばれている水月湖に年縞ができる仕組みを分かりやすく知ることができました。年縞は明るい層と暗い層が1年に1枚ずつ交互に積もり、その縞が長い年月の記録となります。ここから45メートル先まで続く展示は水月湖から掘り出した年縞の現物です。今見えている手前が現在、つまり湖の上の部分、そして奥が7万年前、湖の底にある年縞だそうです。年縞を掘り出すためにはボーリングという方法が使われます。ボーリングは湖の底に細い筒を差し込み、長い土の柱をそのまま引き上げるような技術です。黒っぽい筋と白っぽい筋がセットで1年。ああ、なるほどなるほど。4万5,000年前。ここがほら7万年前だよ。
7万年分もの年縞が1箇所で連続している場所は世界で水月湖だけだそうです。ここではその奇跡の理由や年縞ができる仕組みを知ることができました。かなり深くなっています。そばにある大地の裂け目、味方ダンス。あった。現生人類ホモ・サピエンスは20万年前にアフリカで生まれました。そして約7万年前から世界へ広がり始めたのです。水月湖の7万年の年縞はその歴史と重なります。この年縞を物差しに人類がたどってきた7万年の歩みが展示されていました。長期だね。1万年5000年前。年縞からは氷期と間氷期のサイクルも見えてきます。今私たちは間氷期のピークにいて、今後数十年で再び寒冷化するかもしれないと知りました。展示館、東洋計量史資料館。行ってみる？年縞研究室だって。実験室だ。ここで実験してんだね。あっちあっち。なんかいろいろ年縞みたいだね。ね、しましま。研究者の人もさ、難しいんだって。かっこいい。越前和紙だって。ね。後でさ、カフェ来よっか、カフェ。パフェかそう、出そうと思った日にね。な。ねミランコビッチあったよ。かわいそうだよね。うわ、綺麗。あっちや。うわ、あれだ、あれが。でも水月湖はもっと向こうだけど。ここにいる。え？いや、いいね、この壮大な景色が。探究でやったからすごいリンクしていいね。わかりやすかったでしょ。なさすぎる。久しぶりに見たカエル。カエルって大きいね。多分カメだよね。途中で交代ね。可愛いね。すげえな、こんなちっちゃい。そして本物の年縞が眠る水月湖へ。気をつけて。すごい静か。うなぎが取れる自然豊かな湖。今回は湖畔からの眺めだけでしたが、次は上空からも見てみたい場所です。最後はどうしても食べてみたかったものがあったので、年縞博物館のカフェへ行きました。あ、こんなところがあったんだね。
年縞を掘り出すボーリング調査。事前にやったパフェではうまくいきませんでしたが、ここの年縞サンドはどうやらきれいに掘り出せるそうです。カフェで食べた年縞サンド。黒いパンの層がまさに年縞そのもののようでした。胡椒？めっちゃ美味しそう。いるかな？綺麗。すごい。めっちゃ年縞。あ、すごい。すごい。美味しそう。このまま食べてもいいよ。そしてなんと今年6月には再びボーリング調査が行われる予定だそうです。次に行った時には実際の調査風景が見られるかもしれません。学びが旅になり、旅がまた学びになる。